You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーのマテンロウです。今回は、広島県竹原市にある竹原町並保存地区を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。竹原町並保存地区。竹原町並保存地区は、平安時代、京都、下鴨神社の荘園として栄えた歴史から、秋の小京都と呼ばれています。そのシンボルと言えるのが、落ち着いた風情を漂わす、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定された町並保存地区です。製塩地として飛躍的に発展した江戸時代、豊かな経済力を背景に、塩田と町人文化の隆盛が生んだ重厚な家々は、今日まで往時の姿を伝えています。灰色漆喰壁や一軒一軒に工夫が凝らされた格子などは、当時の繁栄の様子が伺え、作り物ではない美しさに、まるで当時にタイムスリップしたかのような感覚さえ覚えます。竹鶴酒造。古くから酒造りを営み、小笹屋の屋号で知られる竹鶴酒造は、日課ウイスキーの創業者で、日本のウイスキーの父と呼ばれる竹鶴正隆の生家でもあります。建物は、2014年9月から放送を開始した、正隆をモデルとした NHK 連続テレビ小説、マッサンに登場する亀山酒造のロケ地となり、竹鶴正隆のウイスキーにかけた情熱と人生は、NHK 連続のテレビ小説、マッサンのモデルにもなりました。旧松坂家住宅、町並保存地区の中にある代表的な商家の建物です。唐破風の屋根やひさし、出格子など、堂々とした家構えが印象的で、室内も清楚で、風雅な佇まいを見せています。江戸時代末期、文政の頃に建てられ、明治12年に改築されたもので、往時には、製塩業や醸造業など、手広く、商いをしていたといいます。日本遺産の認定、竹原町並保存地区の竹原市、竹原地区伝統的建造物群保存地区は、日本文化庁からすでに認定を受けている、日本遺産荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間、北前船寄港地、船首集落の構成自治体として、2019年5月に追加認定されました。日本遺産とは、既存の文化財の価値づけや保全のための新たな規制を図ることを目的としたものではなく、地域に点在する遺産を面として活用し、発信することで地域活性化を図ることを目的としています。我が国の文化財や伝統文化を通じた地域の活性化を図るためには、その歴史的経緯や
地域の風土に根ざした世代を超えて受け継がれている伝承、風習などを踏まえたストーリーのもとに有形、無形の文化財をパッケージ化し、これらの活用を図る中で情報発信や人材育成、伝承、環境整備などの取り組みを効果的に進めていくとされています。初代郵便局跡、竹原で初めて郵便局として使われたこの建物は明治4年に建てられ、明治7年に郵便取扱所として使われるようになりました。そして昭和9年、本川のほとりに移転するまでの60年間、竹原の郵便局として市民に親しまれてきました。同系の広場、竹原市、国の重要伝統的建造物群保存地区、竹原町並保存地区に指定される、本町通り沿いにある園地が、同系の広場、竹原市歴史民俗資料館に隣接する園地で、竹鶴正隆と利他像が立っています。鶴正隆と利他像。平成26年放映の NHK 連続テレビ小説、マッサンのモデルになった日課ウイスキーの創業者、竹鶴正隆は、明治27年6月20日、竹鶴酒造、竹鶴本家で生誕。
竹鶴家は、江戸時代、頼家、吉池と並ぶ竹原の三大塩田地主で、享保18年、1733年から、小笹屋の屋号で、酒造業も営んでいます。平成27年6月20日、竹鶴正隆生誕120年を記念して、建立されました。品質を重視し、良いものは必ず売れるという、竹鶴正隆の信念は、この竹原時代に、父の姿を見ながら、醸成されたもので、竹鶴正隆&利他像の脇には、良いウイスキー作りに、トリックはない、竹鶴正隆、利他と記された碑文も設置されています。竹原市歴史民俗資料館。昭和の初期、図書館として建てられた、レトロモダンな、洋風建築。もともとは、江戸時代中期の儒学者、塩谷同石の、旧宅跡で、来山陽の叔父、春風が志を受け継いで、学問所にしていたところです。館内には、当時赤穂の塩とともに名を馳せ、町に繁栄をもたらした、製塩業の歴史や、資料などが展示されています。恵比寿堂。恵比寿堂は、竹原の町並み保存地区のメインロード、本町通りの一番奥の中央に鎮座する御堂です。竹原の商市の中でも、最大の規模を誇ります。塩田業が盛んだった頃、恵比寿堂は商業の守り神として祀られていました。毎年10月には商業の繁栄を願い、祭礼が行われます。商売の神様である恵比寿堂。実は、いろいろな縁起物が隠れていて、屋根の上には、鶴と亀のほか、花が咲いたら、必ず実をつけるナスや、
株とかけて株が上がるとされています。1983年、昭和58年公開の大林信彦監督の時をかける少女は、尾道三部作の一つと言われていますが、実は竹原ロケもたくさん行われています。町並み保存地区でロケが行われ、地震で恵比寿堂の屋根の瓦が落ちるシーンが印象的で、今でも聖地巡礼には欠かせないスポットになっています。藤井酒造、酒蔵交流館。江戸時代末期、文久3年、1863年創業の藤井酒造は、歴史は古く、すでに創業150年以上の老舗酒造です。江戸時代末期に建てられた酒蔵の一角を改造した酒蔵交流館は、太い柱や天井の梁が150年余りの伝統を物語り、ほんのりと酒の香りが漂っています。酒蔵ならではの天井が高く、落ち着いた雰囲気のある空間に、椅子とテーブルが並べられ、利き酒も楽しめます。酒粕を使用した化粧石鹸、酒花やおしゃれ雑貨、食関連の品や竹にちなんだ小物などのお土産も販売しています。また、手打ちそばどころ、谷崎を併設しており、お酒と共に美味しいそばを味わうことができます。純米酒、龍星。藤井酒造が現在も大切に守る創業銘柄、龍星は明治40年開催の第1回全国清酒品評会に出品した銘柄です。日本政府が清酒技術の研鑽、向上を目的に開催したこの日本で最初の品評会で龍星は最優秀第1位を受賞し、日本一の栄誉に輝いています。
ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。